いらっしゃいませ、ヴィンテージデニムアドバイザー藤原です。今回はですね、ちょっとお客様のご要望で、僕は久しぶりに見たという言い方になっちゃうんですが、スペシャルな、アイテム、ジャケットなんですけれども、これだけらいのスペシャルなものをどうやって選択したらよろしいですかというちょっとご相談を受けまして、今回、僕の方でお預かりをさせていただいております。スペシャルなジャケットを選択するという皆さんに見ていただきたいなと思っております。ここにそのジャケットがあります。今回この3点を選択させていただくと、まずこちら1着目がファーストです。リーバイス 506XX、ボタンは通常5つ、そしてボックス型のタイプですね。フラップのついたポケットが1つ、ただこの年代があるんですが、後ろのバックルバックがついてます。こちらは針の形状ですね。でこの針がまた少し特徴的なんですけれども、他のリベットとかのちょっとディティールとかを見させていただいて、こちらが1946年モデル、この生地感がですね、もういわゆる対戦モデルと同じ生地を使っているという、年代でございます。色がものすごい濃いですね。この深みある色っていうのが、素晴らしいジージャンだなと。こちらステッチも、イエローステッチをほぼほぼ使っております。通常レザーパッチ、501のジーンズと同じですね。ここにレザーパッチがついて、ロット番号 506XX、と表記されるんですが、こちら先ほどちらっと見えていましたが、ザ・ティーバッグです。ティーバッグの場合はエクストラサイズなので 506XX の後に E がつきます。エクストラという意味で、呼び名というのは特に、なく、僕も昔はいわゆるハギセパレートというふうに言ってましたが、やはりこの後ろのこの背中、こう見えるこの T に見える背中がかっこいいということで、ティーバッグと、このティーバッグのこの状態のものが久々に見たなという感想なんですが、こちらまず1着、そしてもう1着、こちらも先ほどのこれよりもうちょっと状態ですね。色も濃いです。こちらもリーバイスの、ファースト 506XX で、こちら、最初のやつはサイズが多分46が縮んだサイズ、いわゆるティーバッグの中で一番下のサイズという言い方になってしまうんですが、皆さん欲しいサイズかなと。でこちらがもう一つワンサイズ上かなと、48が縮んで今実質が46ぐらいというサイズ感です。46から、ティーバッグになるこの年代はっていう言い方ですね。ということは当然ですが、こちらもティーバッグ、いやもう素晴らしいですね。コンディションも素晴らしいですし、あとこのディティール、このバックルのこの金具も、通常の針の形状より少し古いのを使ってますので、この46年っていうのが少し断定できるんですけれども、リベットもバックルバックのこのリベットを使ってます。そういったちょっと古いディティールを使ってる上に、もう生地感が46年っていうのが一応断定できるかなと。いわゆる47年以降にまた変わってくるんですけれども、そして3着お預かりしている中で、ナンバーワンだと思います。こちら先ほどのは506なんですけど、こちらはいわゆる対戦モデルですので S というのが頭につきます。 S506XX、こちらも E が後ろにつきます。 E でよろしいかなと思います。でこちらレザーパッチ、ここに表記として S506XX EE というふうに表記されると思います。でこちらもサイズ測らせていただいて、いわゆる46の縮み、素晴らしいサイズですね。もうザ対戦というディティールですね。月桂樹ボタン、こちら戦争中なので少し安いボタンで言い方になってしまうんですが、
しかも、5つボタンじゃなくて対戦モデルは4つボタンです。そしてフラップ、こちらが取り外されています。なのでもうパッと見、すぐに対戦モデルだなと、分かるディティールっていうので、人気も高い G ジャンですね。これリーバイスボタン、この月桂樹ボタンじゃなくてリーバイスボタンっていうのももちろん存在します。一応そちらの方が、対戦中、戦争中でも初期の頃というふうに言われるんですが、こちら3着とも、ティーバッグですね。今の対戦モデルのティーバッグなんかが出てきたという会話をよくお客様ともするんですけども、私も、もう20年近く、やってきて、対戦モデルのティーバッグというのは本当に、数着しか見てません。その中でもこれだけ極上の程度のものというのはなかなか、数少ないと思います。で3着ともこのコンディションがですね素晴らしい状態というのと、この3着共通点が全てバックルの形が同じ形のものを使ってます。先ほどこちら46年と僕は言ったんですけども、こちら側だから本当にもう戦争終わりの方に近づいてるかなと、ちょっと断定はできないですけど45年あたりじゃないかなと、3つとも同じバックルの形状を使っている、こういったものが、まずティーバッグが3着揃うことも、少ないですが、全ていわゆる対戦モデルの生地、ちょっとこう色の深みがしっかりあって、こうザラつき感、ヴィンテージの、ジーンズも含め G ジャンの中では、一番人気がある年代ではないかと思います。こちら3着を、もう一気に洗ってみようかなと思います。いつも通りこのビヨンデックス、ネットで洗うとですねちょっと縮みが出てしまうのも怖いので、今回はちょっとぬるま湯でつけ置きを、20分いつも通り、してみようかなと思います。はい、それではお湯の温度が、ぬるま湯、今31度、約50から60リッターの、ぬるま湯を用意しました。ですので30リットルの水に対して5プッシュ、一応60近いので12345678910プッシュ、はい、でこちら最初にきちんとビヨンデックスを混ぜます。ジーンズの時も、同じくなんですけれども裏返します。ボタンを止める止めないは正直どちらでもいいと思います。では、つけていこうと思います。軽く手もみ、襟元とか全体的にこうキュッキュと手もみをします。はい、そして2着目、対戦モデルですね。じゃあこちらもつけていきます。じゃあ3着目、よいしょ、はい、ちょっとなんかこうほこりがついてる感じが見受けられますね。では早速ですがちょっとこうほこり汚れみたいな匂いがうっすら出てきてます。今軽くこう手もみで揉んでるんですが、だんだんこう黄ばんできてるのが分かりますかね。実際、インディコブルーは出てません。はい、ただもう全体的に、染みついてる、この長年のほこり汚れが今分解されてこう黄ばみとなって出てきております。じゃあこのままあと、20分弱、置いておこうと思います。はい、3着分
洗濯が終わりました。洗剤をちょっと、落としてあげるという意味でこれからすすぎをします。すすぎも先ほどと同じぐらいですね。手でこうもみ洗いをしてあげて、しっかりすすいで、最後の脱水だけは、ジーンズも同じですが洗濯機の方で、脱水、洗濯槽にちょっとこう貼り付けるように置いてあげれば、生地にも、ダメージとか避けれますので、綺麗に脱水終わりましたら、できたら少しこう肩にはまるような大きいハンガーにしっかり、かけてしっかり陰干ししてあげて、1日、干せば、デニム乾くと思いますので、もうちょっとこうブワッと、濃いインディコが浮かび上がってくると、思います。こちらいつも使っておりますが、ビヨンデックス汚れだけを、分解して落として見てください。インディコ一切まだ出ておりません。今回特にスーパーヴィンテージになります。お客様からも、ヴィンテージのデニムどうやって洗うんでしょうかと、よくご相談を受けます。私どももこちらビヨンデックスをお勧めしてますし、こういうふうにつけ置きをしてっていう、やっぱり手洗いというのが一番優しいですし、生地にとっても、負担がないかと。あとは定期的に、やはり洗ってあげるということも大事ですので、こういったですね、ヴィンテージ、高額なヴィンテージとかをお持ちで洗うのがどうしたらいいとか、お困りの方は一応ベルベージュの方でもそういった選択の方を別途料金をいただく形になりますが、お受けする形を取っていこうと思っておりますので、今後ともよろしくお願いします。本日はありがとうございました。